こんばんは。毎月その月の最後に投稿する動画では、その月に気に入って使っていたものとか、よく食べていたものとかのそのお気に入りの紹介と、あとはその月の YouTube のことだったり、年始に掲げていた目標に対する振り返りだったりを共有しているので、今日は5月のお気に入りと振り返りの動画を撮っていきたいと思います。皆さんもね、ぜひ一緒に5月を振り返ってみてください。それでは早速始めていきます。まずは今月のお気に入り。今月のお気に入り1つ目は、じゃん！日霊フーズのチーズワッフルです。これは冷凍食品なんですけど、まさにパッケージに載ってある感じで、ホットケーキみたいなふんわりとした生地の中に固形のチーズが入っている、デザートパンです。なんかね、小学生か中学生かの頃の給食でデザートでね、時々チーズワッフルが出ることがあったんですよ。それがすごく好きだった思い出があって、でたまにさ、スーパーとかコンビニとかの常温で置いてあるこんな形のチーズワッフル、チーズドッグ、そういう商品をね買ってみたりするんだけど、だいたい中のチーズがね、クリーム、カスタードみたいなクリームになっていることが多くて、私が好きなのは固形のチーズが入ったチーズドッグだったから、やっぱそういうクリームタイプのチーズドッグ買ってもちょっと違うなってなってたんですね。でね、この間たまたまスーパーの冷凍コーナーでこれが目に入って、このパッケージのイラストを見て、これはもしや硬いチーズなのではと思って買ってみたんです。そしたら本当にちゃんと硬いチーズで、まさに私が求めてるチーズドッグだったの。美味しいんだこれ。ちょっと小さめのチーズドッグが4本入っていて、なのでね、すごく小腹が空いた時にもちょうどいいし、ケチャップとかをねちょっとつけて食べるのも美味しいんです。周りの生地もねちゃんとふかふかで、裏面の表示通りにチンすれば中のチーズも溶けちゃったりすることがなく、ちゃんと固形のまま歯ごたえのある状態でいてくれるのがすごく嬉しいみんなも給食でチーズドッグ出てたかな？ちょっと出てた方は懐かしくなるんじゃないのかなと思うので、ぜひ見つけたら買ってみてください。おすすめです。今月のお気に入り2つ目は、じゃん！先週紹介したばかりだけど、国立西洋美術館で購入したモネの睡蓮をイメージしたジャガードタオルです。もう本当に見るたびに可愛くて気に入ってる。ずっとちょっとこうやって飾っておきたいくらい気に入ってます。やっぱりこのね、柄と色合いがお気に入りです。だからね、また国立西洋美術館に行った時にはストック買っておかなきゃなって思ってます。ハンカチってさ、やっぱり使ってたらダメになっちゃうじゃないですか。どうしても毎日持ち歩きたいくらい気に入ってるので、またいずれ買い足しに行こうと思います。はい、お次は洋服です。今月のお気に入り3つ目は、じゃん！ユニクロのジャージーバレルレッグパンツです。映ってるかな？今私が履いているのもこれの色違いのネイビーなんですけど、典型的な骨格ウェーブな体型をしているので、本当にねパンツスタイルが似合わなすぎて、ワンピースとかスカートとかを履くことが多いんですね。もう結構前からこのズボンは話題になっていたと思うんですけど、試しに買ってみたら形がねすごく良かったので、最近色違いでねベージュも購入しました。デコルテとかお腹周りは比較的ねお肉がつきにくいんですけど、二の腕とかあとは腰から下がねすごく気になる体型をしていて、やっぱりちょっとカジュアルな服を着たい時とかパンツを履きたい時とかも日によってはあるので、足のね自分の気になる部分をカバーしてくれる形をしていたので、すごく気に入って
それで最近ベージュも買ってきました。私はね、160.4センチだいたい160センチで S サイズを履いています。なんか丈長めっていうのもね、ネットでは取り扱いがあるみたいなんですけど、通常丈を履いています。S サイズでもちょっとやっぱこうね、ウエストが結構大きめの作りになっていたので、私はね、この本来留めるところから離れた場所、ジャストのサイズのところに安全ピンを通して、ここにこうやって引っ掛けられるようにしています。そうするとベルトなしでもね、綺麗に履けるので、ちょっとウエスト緩いなっていう方はおすすめです。はい、ということで3つ目はユニクロのジャージーバレルレッグパンツでした。今月はそもそもね、買い物に出かける機会が少なかったりして、普段よりはね、少なめになってしまったんですけど、以上3点が今月5月のお気に入りでした。では今月の振り返りをしていきます。まずは YouTube。今月は毎週水曜日の4本と、あとはね、先週の金曜日に本のご報告をさせていただいた動画1本で、全部で5本の動画を投稿しました。今月も無事無遅刻無欠席おめでとうございます。ありがとうございます。これがね、流れている頃には結婚式も終わっていて、で本の報告も終わっていてっていう状況だと思うんですけど、今日は5月の21日の木曜日なので、まだ報告動画も出していないし、結婚式も終わっていない状況なんですね。本当にこの2つの大きなイベントが目前というところで、今この動画を撮影しているわけですが、特にバタバタしてた1ヶ月だったから、動画大丈夫かな、出せるかなっていう時もあったりしたんだけど、よかった、投稿できて5月の22日にまず本のご報告動画を出して、ご報告の SNS 投稿とかもして、そして5月の25日に結婚式を挙げて、そして6月1日に本が発売されるという、嬉しいイベントが目白押しな月でした。今月上げた動画だと、やっぱり先週上げたね、一人美術館に行くっていう Vlog が特にお気に入りです。そして毎月1冊はね、本を読みたいっていう目標を掲げているのですが、先月は読むことができず、そして今月もまだ読むことができていないんです。今のね、この21日の時点でね、5月30日までには絶対に1冊読むからね。今月は本を3冊買ったので、ちょっと何を買ったかだけご紹介させてください。まずは、じゃん、エヴァ・ヘラーさんの思いがけない贈り物というクリスマスの絵本です。このね、絵を描いている方がミハエル・ゾーバなんです。私がね、3月のお気に入り紹介の動画の中でミハエル・ゾーバさんのポストカードを買ったって言ってご紹介をしたシーンがあるんですね。それを見てくださった視聴者さんが DM でね、私の動画を見てミハエル・ゾーバ調べてみたら、すごく好きな世界観でした、教えてくれてありがとうみたいなことを言ってくれて、でね、その DM の中でミハエル・ゾーバさんが絵を描いているクリスマスの絵本があるらしいよっていうことも教えてくれて、その DM を見てね、すぐに調べて買いました教えてくれてありがとう。まだね、中は読んでないんだけど、もう一個ミハエル・ゾーバさんが絵を描いているクリスマスの絵本もあって、そちらも後々買っていきたいなと思ってます。で、2冊目はでれん、小林聡美さんのエッセイ茶柱の立つところです。小林聡美さんは私が最も好きな俳優さんの中の一人で、もちろんね、こう俳優さんとして演じられてる姿とか出演されている作品を見るのも
大好きなんですけど、何年か前に小林聡美さんの同じくエッセイで里すなわち技を習うというね、こちらのエッセイも買って読んだことがあって、その中でのこの小林聡美さんの書く文章、言葉選びとかそういうのがすごくね好きだったなっていうのがあって、里すなわち技を習うはもう何週も読んでいるから、ちょっと違うのも読んでみたいなと思ってこちらを買ってみました。小林聡美さんの著書はたくさんあるから全部集めたいなと思ってます。なんかちょっと触りだけ読んだんだけどね、もうやっぱり面白かった。早く読みたいです、これも。最後3冊目は心理学者ブレネー・ブラウンさんのネガティブな心の魔法です。これはね、2ヶ月くらい前に投稿したラジオ動画の中で、理想とする自分と本来のこれまでの人生で形成されてきた自分の人格との乖離にすごく悩んでいるっていう話をしたんですね。あれを動画にする前にチャット GPT にもね、まず自分の悩みを聞いてもらうっていう時間があったんですけど、その時にチャット GPT におすすめされた本なの。できない自分を受け入れようみたいなこととか、完璧主義は捨てましょうっていうことがね書いてある本で、パラッと目次を読んだだけでもすごくこれからの自分の人生にヒントになるものが隠されているんじゃないのかなっていう気がしているので、これも少しずつ読んでいきたいなと思います。よかったなと思ったらまたおすすめしますね。あとはこれはね、先月のお気に入り紹介の時に話した漫画なんだけど、じゃん、マットも無事に今出てる7巻まで揃えることができました。表紙のデザインもすごくかっこいいですよね。これでいつでも読み返すことができます。大人になってね、初めて揃えようと思った漫画がマットです。ということで、この3冊の中からね、どれか1冊とりあえず今月中に読みたい。でね、もう一個の今年の目標、このターレンスのスケッチブックを埋めていくという目標なんですが、先月に引き続き今月も書けてないんだ。本当にすみませんという感じなんですが、ただね、アナログでは書いてないんだけど、今回はね、この iPad の方で本に差し込むイラストをね、14個ね、書きました。これはちょっと、もし本をね、予約してくださった方がいたら、本の中で私のイラストを探してみてくださいね。まあね、目標はターレンスを埋めるっていう、あくまでもね、アナログで絵を描くっていうことだったので、ちょっとデジタルの絵を描いたよっていう報告は趣旨からそれている気がするんですけど、6月からは一旦だいぶ落ち着くんじゃないのかなと思っているので、そこで絵に当てる時間も取れたらいいなって思ってます。はい、5月はこんな感じの月でした。あっという間に終わっちゃった5月。私の人生の中ですごく色濃く残る1ヶ月だったんじゃないのかなって思います。今月ハマってたものとか、何かお気に入りのものとかあったら、ぜひ皆さんもコメント欄で教えてください。こちらのね、スマホ1台から始められる私だけの Vlog という監修をさせていただいた本も間もなく発売されます。6月1日なので、あと木金土日月5日5日です。私の人生の最後には絶対に一緒に棺に入れて燃やしてもらいたいそんな思い出に残る一冊になりました。 Amazon などの予約できるサイトもね、下の概要欄に貼っておくので、よかったら予約してください。本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また水曜日の21時に
このチャンネルで待ち合わせをしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバーイ。